んにちは、おっちゃんドドドドです。今回の動画はハンター株のチェーンとスプロケットを交換してみる動画です。購入したパーツはレジーナの428チェーン、108リンク、ノンシールチェーン、キタコのドリブンスプロケット39丁428サイズ。特に加速や最高速に不満がないので純正と同じ丁数です。見た目も黒でかっこよい感じ。キタコドライブスプロケット14丁428サイズ。ドライブスプロケットも純正と同じサイズです。型式や年式で純正サイズが変わるかもしれないので交換の際は注意が必要です。次はチェーンカバーの取り外し。 5mm の六角ボルト2本で止まっています。ボルトはステンレスですがスイングアームが鉄なので錆が付着していました。お気づきの方もいると思いますが、タンデムステップは購入時には外されていました。そのおかげでタンデムができません。まあ通勤専用なので気が向いたらステップを購入するかもです。話を作業に戻します。チェーンカバーはボルトを2本外したら後ろの方向にスライドさせると外れます。取り付けの時は逆の手順でチェーンカバーを溝に合わせてスライドさせてからボルト止めします。次はドライブスプロケットカバーの取り外し。 10mm のボルト2本で止まっています。このドライブスプロケットカバーが外しにくくて苦労をしました。慣れると簡単なのかもしれませんが知恵の輪のようでした。何回かトライしましたが外れる気配もなく、シフトペダルの固定ボルトを外して少しずらしてみることに。うまくいきました。錆びた色のドライブスプロケットが見えてきました。前のオーナーさんはチェーンに重油も全くしていなかったようで錆びが全体に回ってた感じです。もっと早くチェーンを交換したかったけどチキンをフレーム修正に全振りしてたので我慢していました。ボルトはとりあえず緩めただけで次の作業に。チェーンのクリップジョイントを外すためのクリップの場所を確認。カシメ式のチェーンじゃなかったので交換作業は楽そうです。チェーンのプレートを外す作業です。クリップ外しを持っていないので適当なプライヤーで外します。クリップは U 字型になっているのでクリップをスライドさせる感じで外します。何回かカチャカチャやってると勢いで外れました。クリップがどこかに飛んでいきそうでした。このクリップはもう使わないのでなくなっても大丈夫ですが、プレートを外します。クリップジョイントにはまってるだけなので外すのは簡単です。あとはジョイントを外すだけです。あっさり外れました。ジョイントが外れたらチェーンを引き抜きます。引っ張り抜くだけなので難しい作業ではないです。チェーンが無事に外れました。錆で動きも悪くなっていました。ノンシールチェーンはグリス切れしやすいので頻繁にメンテナンスしましょう。ドライブスプロケットの取り外し。あらかじめボルトを緩めておいたので作業もスムーズ。スプロケットをパッと見た感じではまだ使えそうでしたがついでに交換します。気分的に交換したかったのもあります。ボルトを外したら
ロックプレートの溝をシャフトの溝に合わせて回転させると外せます。プレートが外れたら、あとはドライブスプロケットを左右に軽く揺すりながら引っ張ると抜けます。外れました。ノーメンテナンスで過酷に使われていたスプロケット、お疲れ様でした。ドライブスプロケットを外したついでに清掃をします。パーツクリーナーで清掃、プラスチックにも対応したタイプです。油汚れというかサビの粉の方がたくさんまとわりついていました。しつこい汚れではなかったので、すぐに汚れは取れました。いささか簡易的ですが清掃終了とします。それではドライブスプロケットの取り付け作業に入ります。裏表があるので注意が必要です。北コの CT125 用428サイズのドライブスプロケットはサイズコンバート用で、 CT125 は428サイズなので溝が掘ってない方が表側となります。おっちゃん、何を勘違いしたのか堂々と間違っています。後でドライブスプロケットを付け直しました。スプロケットを裏表逆に取り付けてはありますが、手順はそのままなので続けます。ロックプレートは外した時と逆の手順で取り付けます。スプロケットもロックプレートも隙間があって動くので、ボルトが少し付けにくいです。指先が不器用なおっちゃんは老眼も相まってもたついています。そのままボルトを閉めるとスプロケットも回転してしまうので、プーリーホルダーを使ってみます。プーリーホルダーでうまく固定できたようです。締め付けトルクは12ニュートンです。ボルトの締め付けが完了しました。少しスプロケットが動きますが、これで良いようです。チェーン調整用のダブルナットは 12mm と 10mm です。リアホイールの取り外しには 19mm と 14mm のソケットレンチを使います。 19mm のナットが外れたらアクスルシャフトを抜きます。シャフトを抜いた時にワッシャー類がどこかに行ってしまわないように注意です。外したリアホイールをそのまま地面に置くとブレーキディスクに傷が入ってしまうので箱を置いています。毎回ホイールを外すたびに思うので、しっかりとしたホイール置きをそのうち作ってみたいと思います。ドリブンスプロケットを固定しているナットは 14mm です。4箇所止まっているので外します。ナットを緩めるだけなので難しい作業ではないです。外したナットもちゃんと保管しておきましょう。おっちゃん、よくなくします。ナットを外すと簡単にスプロケットは外れました。 ABS が誤作動をするかもしれないと、スプロケットの交換は純正を使ってくださいとのことでしたが、今のところ問題は起きていません。続きましてドリブンスプロケットを取り付けます。北コ CT125 用ドリブンスプロケット。刻印面が外側となります。スプロケットを外した時の逆の手順で取り付けをします。これも4本のナットを締め付けるだけです。それにしても黒に塗装されているスプロケット、かっこよく見えます。ドリブンスプロケットの締め付けトルクは32ニュートン。適当に締めると均等に締め付けできなかったり、走行中に緩んだり、逆に締め付けすぎてボルトが折れたり、事故につながる可能性もあるので、面倒くさかってもきちんとトルク管理しましょう。おっちゃんの持ってるトルクレンチは
昔ながらのくるくると回してトルクの数値を調整するタイプなので、デジタルのトルクレンチが欲しい、おっちゃん欲しいものだらけです。簡単な工具もどきなら鉄材を組み合わせて作れそうですが、ちゃんとした工具は当然ながら作れません。そうしてる間にナットの締め付けは完了しました。ドリブンスプロケットの装着も完了したので、スイングアームにセットします。キャリパーにうまくディスクローターをはめ込みながら、片足で少しタイヤを浮かしてアクスルシャフトを入れるとうまくいく感じです。カタカタ動かしながら押し込んでるといつかは入ります。笑い。外した時の逆の手順でチェーン調整用のアジャスターもしっかり組み込みましょう。サイドプレートの取り付けも忘れずに。アクスルシャフトが無事に通ったらワッシャーを取り付けてボルトを締めます。反対側の動画を撮るのを忘れていました。ごめんなさい。おっちゃん、作業に集中しすぎてついつい動画を撮り忘れます。後々で作業の確認をするために動画を撮ってるのもありますが、作業に集中しすぎて忘れていました。次は一番交換したかった部品の交換です。開封してみると、チェーンはグリスがたっぷりと塗ってありました。グリップジョイントも付属してます。チェーンをドライブスプロケットにつけてからフロントのドリブンスプロケットに通すと作業が楽です。ドリブンスプロケットにチェーンを通したら、あとはチェーンを引っ張り通す作業は終了です。忘れていました。ギアをニュートラルにしないとスプロケットは回転しません。忘れずにニュートラルに。あとは引っ張ってチェーンを一周させるだけです。グリップジョイントがつけれる位置までリアホイールを調整してチェーンの位置を合わせます。グリップジョイントの取り付け、グリスでベタベタだったのでプレートも手袋にひっついてきてました。軽く手で押し込むだけで入りました。次は先ほど手袋にひっついてきていたプレートをつけます。すんなりつきました。次はクリップを装着します。はい、ここで間違っています。重要なことなので注意です。前後逆につけると走行中にチェーンが外れたりします。大惨事になるので絶対に間違わないように。おっちゃん慌てて作業を進める癖があるので思いっきり間違えていました。前に間違ったドライブスプロケットの向きは事故には直結しませんが、チェーンが外れると他の方にも迷惑がかかるので気をつけて。あとはアクスルシャフトの締め付け、チェーンの調整で終了です。まだ仮組み状態なので調整の締め付けは大体で、アクスルシャフトも大体で締め付けしておきます。まだまだチェーンは緩いです。最終的にはサイドスタンドを立ててから緩みを見ましょう。何回か調整をして良い感じになりました。ですが新品のチェーンは伸びやすいので何回か締め直さないとすぐに緩みます。前後のスプロケットは純正と同じ長数なので走行特性は変わりませんが、今回はチェーン交換のついでに思いつきで変えただけだったのでこれでよしです。それではチェーンも変えて気分も良くなったおっちゃんの動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。